Que mismo maraju same, 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 que mismo maraju same。その1、違和感。マイコくんさ、ちょっと聞きたいんだけど、なんすか先輩。運命ってもう決まってるの？急に来ましたね。いやだってさ、占いって未来わかりますって言うじゃん？そうっすね。そういう人もいますよね。だったらさ、未来がわかるならもう全部決まってるってことなの？先輩、その質問なんすけど、実は人類が何千年も考えてきた問題っす。そんな大問題なわけ？そうっすね。そして結論から言うと、運命は半分決まってて半分選べます。半分？どっちなんだよそれ。その2、世間。世間ってさ、運命について2つの考え方あるよね。そうっすね。その1、努力すれば変えられる。その2、人生は全部決まってる。こんな感じ？そうっすね。その2つだと思います。自己啓発は努力すれば未来は変わる。はい、言いますね。でも占いはあなたの運命はこう。はい。どうしました先輩。シュールの犬猫用間違って舐めました？箱買いしてるから間違いねえわ。でさ、2つの運命論矛盾してない？はい、矛盾してますね。どっちが正しいの？先輩、実は両方間違ってます。どういうこと？妄想間違ってる？その3、崩れる事実。先輩、一つ質問いいですか？何？生まれる国って選べました？いや無理。スピ説明あっても選んだ証明はできん。親は選べました？これも無理。身長とか遺伝とか才能はどうです？選んで生まれた説あるけど、実証するにはそれも無理。つまり人生のかなりの部分は選べないわけです。まあ確かにそうだよな。でも先輩、今の仕事って自分で選びました？それは選んだ。履歴書書いたもん。住む場所とか友達とか結婚はどうです？それも選ぶよね。車の購入とか。つまり人生のかなりの部分は選べるんすよ。あー、確かにそうだわ。先輩、ここでわかるのは、人生は決まってる部分と選べる部分が混ざってるってことなんす。その4、構造。でもさ、それどういう構造なの？例え話をしますね。人生はカードゲームっす。カード？配られるカード。これは選べない。いいです？なるほど、了解。でもそのカードをどう使うかはプレイヤー次第です。あー、そうね。例えば同じカードでも弱い人は負けるし、強い人は勝つわけです。確かにそうだわ。つまり人生はカードは運命、プレイは自由。それ分かりやすいな。納得だわ。その後、ジョーティッシュ見解1。じゃあさ、インド占星術ってどっちなの？知りたいですよね。ジョーティッシュでは人生をカルマで説明します。カルマって業ってやつ？簡単に言うと、過去の行動の結果っす。ふむふむ。過去の行動の結果ね。このカルマが生まれた瞬間のホロスコープに記録されます。記録されてる？そうっす、先輩。あなたの人生の初期設定がそこにあるですよ。ゲームのステータスかよ。そうっす。 HP、攻撃力、防御力みたいに。異世界ファンタジーのステータス画面じゃん。確認できるのかよ。そして人生のイベントは打者という時間で進むんです。ああ、運気の周期。そうっす。短期は損期の運気の周期っす。つまりイベント発生はかなり決まってる。じゃあやっぱ運命決まってるじゃん。その6、静かな恐怖。ここからが怖い話っす。おいおい、なんだよ急に。人間の人生って思っているより自由じゃないんです。
残念ですけど。そう言っちゃそうかもだけど。例えば同じ家に生まれる兄弟がいるわけです。同じ学校で同じ社会生活。それはわかるよ。でも人生の結果は当然バラバラですよね。確かにね、そうですわ。これ努力の差じゃ説明できないです。まあそうだろうけど、じゃあ何？カルマの差っす。カルマで差が出るっす。うわー、なんだそれ。救いあるのかよそれ。だから努力すれば成功する。これは半分しか正しくない。それ言っちゃう？アウトじゃん。その7、ジョーティッシュ見解2。じゃあさ、結局人間ってどうすればいいの？ここがジョーティッシュの確信っすね。未来は出来事はかなり決まっている。それは OK。でもどう反応するか、これは自由です。反応って？例えば同じ失敗をしたとして、ある人は人生終わります。しかしある人はそこから成功する。ありますよね。あるね。あるあるだわ。出来事は同じなのに解釈と行動で未来が分岐するんです。なるほど。解釈と行動か。だからジョーティッシュは未来を固定する占いじゃないんす。じゃあ何？ジョーティッシュは未来の予定表。予定表？嵐が来る日程を大まかに教える。まあ嵐で転覆したら困るよな。そうっす。船をどう操縦するかはあなた次第。その9、確信未来。待って待って。つまりさ、運命って決まってるの？こう考えると一番正確っす。人生は道は決まっている。道？でも歩き方は自由。疲れる歩き方するなってこと？同じ人生でも怒りながら歩く人、感謝しながら歩く人いますよね。確かにキレ芸人かよみたいなの実際にいるよな。先輩、成功する人は運が良い人じゃないっす。そうなの？銀のスプーン加えて生まれたら勝ちじゃん。それだけじゃ人間は成功はできませんって。成功する人は運命の使い方が上手い人なんす。運命の使い方か。だから次回のテーマはこれっす。何？次回？幸運な人と不運な人の違い。何それ？知りたい。運命はあなたを縛るものじゃない。あなたを理解するための設計図っす。インド先生術すげえな。Que mismo maravillosamente. その1、違和感。マイコーくんさ、なんすか先輩。前回の話なんだけど。運命の話っすね。そうそう、運命は半分決まってて半分選べるってやつ覚えてる？もちろんっす。でもさ、それなら気になることあるんだよな。なんすか先輩。さ、幸運な人っているじゃん？いますね。あからさまにいろいろ通っちゃうっていますよね。あの人たちってさ、努力してるから成功してるの？それとも運が良いだけ？先輩、それは人類最大の誤解っす。誤解？その2、世間。世間ではさ、成功の理由って大体こう言うよね。努力、才能、行動力。そうっすね。あと最近は引き寄せとかポジティブ思考とかありますね。悪い話じゃないっす。つまり成功した人は努力した、行動した、考え方が良かった。世間はそう説明しますよね。でもさ、思うんだよね。はい、何ですか？成功者と同じくらい努力してる人って山ほどいるよね。いますね。それは間違いなくいます。でも結果は全然違うわけじゃん。その通り。その3、崩れる事実。ここで一つデータがあります。聞きたいですか？何？聞くに決まってんじゃん。開始何分で動画終わらせるつもりだよ。実はですね、先輩、世界の成功者を調べるとある共通点があるんす。それって努力？違います。じゃあ才能かな？違います。じゃあ何？マジわかんねえぞ。成功者の共通点はタイミングっす。タイミング？例えば同じビジネスでも早すぎれば失敗、遅すぎても失敗。わかりますよね。確かにそうだよな。
でもタイミングが合う人は同じことをしても成功するわけっす。なるほど、そりゃタイミングは重要だわ。つまり成功のかなりの部分はタイミングなんです。努力や才能よりそっちなんすよ先輩。その4、構造。でもさ、タイミングってぶっちゃけ運でしょ？と思われてます。でも違います。違うの？タイミングには構造があります。構造？人生には波があるんす。波？上がる時期、下がる時期あるでしょ？景気みたいな？そうっす。この波に逆らう人は苦労する。まあ逆らっちゃダメだよね。この波に乗る人は成功する。そこが大切。ああ、波に乗れと。その5、ジョーティッシュ見解その1。その波ってインド占星術でわかるの？わかります。マジで？知りたい知りたい。ジョーティッシュでは人生の波をダシャーで読みます。ダシャー、キビスムマラジュサメ、運気の周期、前回やったやつだ。そうっす。例えばある人は木星期から拡大、金星期から繁栄。いいじゃん。金星期とか結婚しちゃったりでしょ？でも別の人は土星期から試練、ケイトゥ期から手放し。それは大変。つうか今の俺ずっとこれ俺？つまり同じ努力でも星の時間によって結果が変わるわけっす。うわー、生涯アゲアゲってないのかよ。その6、静かな恐怖。ここでちょっと怖い話っす。また怖いの？人生で一番危険なのは運が悪いことじゃないっす。どういうこと？一番危険なのはタイミングを知らないこと。どういうこと？タイミングって？例えば土星期ありますよね。試練の時期だっけ？この時期は拡大じゃなく整理の時期っす。わかります？まあそういう時期はあるよな。でも人は拡大しようとする。でもいつでも拡大したいじゃん。業績でも何でもさ。そうですね。でも整理の時期に拡大を試みるとどうなるか。失敗しちゃうわけ？壊れます。何それ？失敗と壊れるは全然違うぞ。本当に怖いし。先輩、今なんかカクカクしてませんでした？その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあさ、幸運な人って生理の時期には何してるの？幸運な人は特別なことはしてません。ただタイミングに逆らわない。どういうこと？それでいいわけ？努力と根性と熱血はいいですか？拡大の時期は動く、収穫の時期は整える。それだけです。なるほど。でも不安だぞそれ。つまり幸運とは運の波に合わせる能力、それだけです。それか。でもそれどうにかできるもんなの？その9、確信未来。つまりさ、幸運な人って運が良い人なんじゃない？タイミングなんて運の良さでしかクリアできなさそうじゃん。違います。幸運な人イコール運が良い人ではありません。どういうこと？幸運な人は運を理解している人。でも理解してる人っているの？人生は努力のゲームじゃないっす。タイミングのゲームなんす。なるほどな。幸運はタイミングだけを意識しろと。そして次回あるの？次回はこれを話します。何？教えて。努力は本当に意味があるのか。それやばいテーマだな。救いあるのか？努力は人を成功させるのか、それとも人を壊すのか。壊すのかーい。あなたはどう思いますか？ Que mismo marajo same. その1、違和感。マイコーくんさ、なんすか先輩。このシリーズなんだけど。盛り上がってますよね。いや、それはいいんだけど、なんか怖い話ばっかりじゃない？どうすか？1回目は運命は半分決まってる。2回目がタイミングが重要。そうっすね。じゃあさ、努力って意味あるの？どうなのよ？努力に意味はあります。あるんかーい。じゃあ思わせぶりな次回はってのは何だったのよ？努力に意味はありますよ。
でも先輩、何？努力は万能じゃないっす。エルビス先輩、移動で遅くなりました。その話、うちの学校でもあります。はい。みんな努力してるんです。でも結果が出る人は少ないんです。その2、世間。世間はさ、努力は絶対正しいって言うよね。言いますね。日本人なんかだと競技っすね。ドグマです。努力は裏切らない。頑張れば成功する。継続が力。聞きますね。学校も会社も全部これだよね。そうっすね。先輩も骨の髄に染み込んでるんでしょ。でもさ、思うんだけど、はい、なんです？世の中って努力してる人めちゃくちゃ多いよね。多いですね。多いっすね。でも成功する人めちゃくちゃ少なくない？TOEIC 800点超えてて出世してない人とかそこら中にいるよね。いますよね。その通りっす。その3、崩れる事実。先輩、ここで一人の人物を例に出しますね。人物？はい、沢渡さん37歳です。急にリアルな名前出たな。沢渡さんは毎日努力してます。残業もしますし、資格も取ります。でも給料は10年変わってません。うわー、それはきついな。辛いですね。逆に同じ会社の山本さん、そんなに努力してません。しかし山本さんは出世しました。あるあるすぎるだろそれ。確かに。これなんですけど、2人の結果は努力の量では説明できないっす。その4、構造。じゃあ沢渡さんの何が悪いの？沢渡さんは努力してるんじゃないんす。流れに逆らってるんす。流れ？努力には2種類あります。その1、流れに乗る努力。その2、流れに逆らう努力。沢渡さんは確かに毎日努力してます。でも先輩、会社の流れはこうです。会社としてはコスト削減。しかし沢渡さんは資格取ります。そっちか。方向が違うんですね。そうです。沢渡さんはその2の流れに逆らう努力なんです。方向が逆なんす。ちなみに先輩、山本さん覚えてます？ああ、沢渡と同じ会社の？そうっす。山本さんはですね、会社がコスト削減って言い出した時に、言い出した時に山本さんはこう言ったんす。じゃあ自動化やりましょう。ああ、そっちか。山本さんは会社の流れに乗ったんす。なるほどね。沢渡さんは資格、山本さんは流れ。ああ、完全に逆だわ。そうっす。努力の量じゃない、流れの方向なんす。その後、ジョーティッシュ見解1、人生の流れってインド占星術でもわかるの？もちろんわかります。どうやって？どうやってですか？ジョーティッシュでは人生の流れを打者で読みます。また出た。ケビスもマラジュサメだ。そうっす。120年周期の季節です。例えば火星の時期ってありますよね。沢渡くんが寝ないで頑張るとか？そういうこともありますね。つまり行動、挑戦、突破、こういう感じですね。攻めの時期ね。はいはい。そうっす。でも土星の時期。生理だっけ？そうっす。生理、忍耐、基盤。影響が違うのね。全然違いますね。つまり同じ努力でも星の時間によって意味が変わるんす。その6、静かな恐怖。ここでちょっと怖い話。また容赦ねえな。努力って実は人生を壊すこともある。きたー、怖いやつ。例えば土星期。土星期。この時期は拡大じゃなく削る時期っす。生理の時期か。でもここで沢渡さんが努力して拡大しようとする。残業、資格、勉強。うわ、でも気持ちはわかるし、そのための努力だろ。するとどうなるか。どうなるんですか？会社の前に来てドアが開けられない。うわ、それは怖い。怖すぎますい。それが土星の疲弊っす。その7、ジョーティッシュ見解2。じゃあさ、沢渡さんはどうすればいいのよ。答えはシンプルです。何？努力する前に流れを読むことです。流れってどう読むの？
拡大の時期は全力で動く。収縮の時期は整える。なるほど、理解したわ。つまり成功する努力は努力の量じゃないわけっす。じゃあ何？沢渡さんはどうすればいいの？まず流れを読む。次に努力する。順番が逆なんす。順番が逆なんですね。じゃあさ、その時に山本さんは何してるの？山本さん努力してないわけじゃないっす。流れに乗って努力してたんす。そっちか。努力して成功したんじゃない。流れに乗った努力が成功した。ここでダシャーの惑星、周期の順番を覚えてくださいね。ケビンが相撲担当、マラジュがサメ担当、ケビスもマラジュサメ。ケビンがサモでケビスもマラジュがサメで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 マラジュサメ。覚えて。ケビスもマラジュサメ。覚えて。ケビスもマラジュサメ。その9、確信、未来。つまりさ、努力って意味あるの？あります。それはあるのね。でも努力は人生を変えません。哲学？流れが人生を変えます。努力は波に乗る力っす。努力って数取りみたいですね。ああ、99% の人類が目的履き違えてるの、そこか。成功する人は努力家じゃないっす。まとめ？そうっす。成功する人は流れを読む人っす。なるほど。時代を背負って成功しろと。さて先輩、はい、なんでしょう。次のテーマはこれです。何？やっぱり次回あるのね。次回はなぜ人生は同じ失敗を繰り返すのか。それ、気になります。うわー、それ知りたいわー。人はなぜ同じ恋愛、同じ仕事、同じ問題を繰り返すのか。そこにはカルマの構造があります。あなたの人生にも同じパターンはありませんか？ Que mismo marajo same. その1、違和感。くっそー、またダメだったぞ、こんちくしょう。先輩荒れてますね。何事っすか？告ったんだけどよああ、これ聞いちゃいけないやつだ。ー。いけると思ったんだよ、今回は。なんだよ、お友達って。呼んだらホイホイ来る俺は犬かよ。先輩チワワですよね。先輩、そういうことありますよね。叶わぬ恋。いやいや、問題はそこじゃない。じゃあ問題はどこっすか？毎回なんだよ。毎回？いけると思って全然いけてない。空振り多いタイプですね。ソニック師匠からもかつて素振り多って言われた。言われても仕方ないっすね。いや、そこじゃないんだって。はい、いいですよ。続けてください。人生ってさ、ぶっちゃけ同じこと起きない？その2、世間。例えば恋愛なんだけど、はい、同じような恋愛っすね。同じタイプを好きになる。ありますね。私は元 ARB の石橋亮さんがタイプです。それどっからツッコミ入れればいいんだよ。もう同じような恋愛をするって話です。仕事もそうだろ？職場変えても同じ問題にぶち当たるじゃん。そうっすね。人間関係とか多いっすね。世間はさ、こう言うよね。なんすか？経験から学べ。失敗は成長。次はうまくやれ。よく聞くやつっすね。つまり同じ失敗は学んでないから繰り返すと。そう言われます。でもさ、はい？反省してもまた同じこと起きない？ありますね。失敗を経験してるのに。マイコーくん、あれはなんでなの？その3、崩れる事実。先輩、一人の例出してもいいですか？どうぞ。ななこさん24歳。
恋愛が毎回こうなんす。うわ、また急にリアルな名前。ななこさんは毎回こう言います。次はちゃんとした人選びます。あるあるだな。でもまた同じタイプですか？そうっす。じゃあ、ナナコ SOS さんはどんな人選ぶの？夢は大きい、収入は不安定、責任感は弱い。なんか責任感以外は若い頃のソニックさんだぞ。完全に若い頃の師匠ですね。でもななこさんは毎回言います。今回は違う。違わないっしょ、それ。違わないっすね、当然。なんでなの？それ偶然じゃないっす。その4、構造。偶然じゃなきゃ何？構造っす。それ構造ですよね。構造？人は同じ思考、同じ価値観、同じ判断で人生を選びます。まあそうだろうな。するとどうなるか。恋人も同じ人選びますってことですか？そうっす。なるほど、わかるわ。同じ行動は同じ結果を生む。ってことは？人生が繰り返す理由は外じゃない。つまり原因は？思考パターンですよね。先輩、ななこさんの恋愛パターン見ます？お願いします。最初はすごく優しい。夢がある。自由な生き方。普通じゃない。魅力的ですね。未来が感じられます。でも付き合うと仕事が安定しない。お金がない。責任を取らない。うわ、若い頃のソニック師匠だ。先輩、師匠も辛い時代があるんですよ。多分知らんけど。ななこさんは毎回こう言います。今回は違う人だと思った。違わないですね。傍から見ると狙い撃ちですよ、それ。そして別れた後。なんでこういう人ばっかり。あるあるだな。でも先輩、ななこさんは気づいてません。何に？自分が同じ男を選んでいることに。それが構造ですよね。そしてここからが一番怖い話。まだあるの？ななこさん、次の恋愛でもまた同じ男を選びます。なんで？理由はシンプルです。それがななこさんのカルマだからです。カルマとか逃げ場ねえじゃん。私は大丈夫かな。その後、ジョーティッシュ見解その1。それってインド先生術でも説明できる？できます。どうやって？ジョーティッシュではこれをカルマと呼びます。カルマね。カルマとは過去の行動、思考、選択の蓄積。癖ですね。そうっす。そしてそれが出生の瞬間、ホロスコープに記録されます。人生の設計図。そうっす。その6、静かな恐怖。ここで少し怖い話。また来た。もう十分怖えよ。人は生まれた瞬間に課題を持って生まれます。どういうこと？その課題は生まれた瞬間のホロスコープに刻まれています。生まれる前からの問題、過去性の記録ですか？そうっす。人生は白紙じゃない。何それ？人類全員違反切符持ちかよ。そして恋愛、仕事、人間関係、同じテーマが何度も来る。なんで？その課題を理解するまで終わらないからです。ガチ怖いのやめてくれよ。まあ。先輩、ちょっと聞いていいですか？なんだよ、もう。先輩の元カノ、似たタイプ多くないっすか？そんなことも、エルビス先輩、動揺してますね。いや、それはさ、君もじゃない？つまり先輩も同じなんす。これもまた構造ですね。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあどうすればいいのよ、この沼から脱出するには。答えはシンプルっす。何？パターンに気づく。観察ですね。自分を客観視。例えばななこさん、問題は男じゃない。選び方が問題っす。ななこさんって自由を求める男に惹かれてますものね。人生には繰り返すテーマがあります。おー、繰り返すテーマだ。そこにカルマがあるっす。その9、確信、未来。つまりさ、
同じ問題が来るのって悪いことじゃない。むしろ重要なサインっす。サイン？ここに人生のテーマがあるから。授業ですね。課題がはっきりしている。課題と授業か。その授業の課題を理解した時、人生のパターンは変わります。なるほど。理解したら変わるんだ。さて、今回の話、ななこさんみたいな恋愛パターンなんですが、いるよね。いるいる。思うところがあればコメント欄で教えてください。さて先輩、はい。次回のテーマはこれです。次回あるんかーい。天命とは何か。出た。いきなりすげえの来た。人は運命を生きるのか、それとも天命を生きるのか。これ気になりますね。私の天命って何なんだろう。 Que mismo marajusame その1、違和感。マイコくんさ、なんすか先輩。昨日なんだけど田中さんって人に会ったんだよ。田中さんって全国名前ランキング4位ですよね。だからどうツッコミ入れろって言うんだよそれ。で、田中さん42歳、会社員。朝起きて電車乗って会社行って残業。普通の生活ですね。と普通なんだよ。でもさ、帰り際にこう言ったんだわ。このままでいいんですかね。大変なんですかね。なんかさ、あの一言が引っかかっちゃってさ。先輩、それって天命の入り口っすよ。その2、世間。天命ってさ、よく聞くけどぶっちゃけよくわからないよね。確かに。人生の使命とかそういうやつ？言いますね。でもさ、なんです？天命なんてそんなのわかる人いる？そうですね。実は多くの人が天命について勘違いしてます。どういうこと？その3、崩れる事実。先輩、例えばですね。何よ？世界の成功者なんですけど、最初から成功する仕事してました？いや、そういうのもいるんじゃないの？いるにしてもほとんどは違いません？カーネル・サンダースさんとかも苦労してるみたいですよ。いや、滝修行はしてねえだろ、さすがに。そうです。遠回りしてる人が多いんです。まあ確かにそうだわ。つまり天命は最初からわかるものじゃない。なるほど。私はまだ知らなくても普通で心配ないってことですね。その4、構造。でもさ、運命と天命って何が違うの？ここ重要です。ほとんど知られてませんから。運命とは起きる出来事なんです。運命とは起きる出来事ね。天命とはどう生きるか。天命は生き方ですね。運命は選べない。ベートーベンが鳴り響くやつだ。でも天命は選べる。なるほど。でも選ぶ以前に天命わからないんだけど。その5、ジョーティッシュ見解その1。じゃあ天命ってインド占星術でわかるの？ヒントは見えます。どうやって？例えばラグナ支配星ダシャー。ダシャーは人生の流れですね。そうっす。ジョーティッシュでは人は生まれた瞬間に人生のテーマを持ってくる。テーマ？つまり生まれる前の課題。カルマですね。そうっす。カルマを持って生まれてくる。でもさ、天命とか言ってもね、まず生きていかないとじゃん。ダメじゃん。貧しいとスポーツ選手を目指す以前になるでしょ？その通りっすね。続きがあります。どういう意味ですか？人の人生には段階があります。段階ってどんなの？まず生存。これは最優先です。生存。とにかく生きろと。食べる、住む、生きるのが最優先。確かにそうですね。多くの場合これは親のカルマっす先輩。親？自己責任でカルマ完結しないの？子供の頃は親の仕事、親の家、親の収入で生きてます。そうですね。私も親のお世話になってます。つまり自分の人生じゃない。だってリノちゃんだってリノちゃんの人生ですよ。環境としてはリノちゃんはまだ親のダルマの中で生きてる。こう考えてください。
ああ、なるほど。それなら納得だわ。そして自分のカルマが動き始めた時、はい、私が自立した時ですね。初めて人生が始まるわけです。じゃあさ、田中さんは？田中さんは自立してます。生活はできてる。42歳、サラリーマン、収入あり。でも人生のテーマには触れていない。だからこのままでいいのかなんですかね。そうっす。このままでいいのかという疑問が天命の入り口になるっす。その6、静かな恐怖。でも先輩、ここで少し怖い話。またかよ、お前は階段王将かよ。今回の話題、人生には2つの苦しさがあります。2つですか？一つは天命が見つからない苦しさ。田中さんなんか気づいちまったもんな。そうっすね。でももう一つあります。何？天命をやりきった後の空白。空白？発生すると人生は一度止まります。そんなことある？あります。その7、ジョーティッシュ見解その2。例えば将棋の藤井聡太さん、野球の大谷翔平さん、天才ですよね。そのために生まれてきたみたいな。ああいう人はストレート型。ストレート？いるじゃん、遠回りじゃない連中。そうですね。生まれた瞬間からテーマがはっきりしている。なんだよそれ、クソチートじゃん。どんな前世だよ。でもそういう人でも人生には空白が必ず来ます。空白って何もできないってことですか？例えば長嶋茂雄さん、そしてマイリス・デイビスさん。ああ、マイルスはエレクトリック終わって実質引退中に6年間トランペットのケース開けなかったって言うもんな。そうです。天命クリアの後に一度止まるんです。そして次のテーマが始まる。唐突ですが、12星座の名前と順番を覚えてくださいね。羊が牛と双子を連れてカニを食べて獅子に会う。乙女が天秤を持ってサソリに刺されてしまうと、桶がヤギに登って水亀を持って魚を見る。イメージできます？その9、確信未来。じゃあさ、天命って特別な人だけ？違います。誰にでもあります。田中さんにもあるんですか？そうっす。ただ多くの人は忙しすぎて気づかない。それどころじゃない。ああ、それどころじゃないのね。でも人生にはある瞬間があります。どんな瞬間？ああ、これだったのかと思う瞬間です。ああ、それが天命か。そうっすね。田中さんも気づくかな？先輩、何よ？人はまず生きる、次に生活する、そして最後に自分の人生を生き始める。田中さんのその違和感はもう始まってるサインです。じゃあさ、天命って分かったらすぐに人生変わるの？そこが重要なんすよ先輩。何が？天命が分かってもすぐに出番が来るとは限らないっす。出番？タイミングってことですか？そうです。人生にはタイミングがあります。あるよね、タイミング。うまくいったりいかなかったり。ジョーティッシュでは
それを打者で読みます。人生の時間割ですね。通す予定表です。店名は方向で、打者は出番のチャンスっす。なるほど、深いぜインド先生術。だから店名が見えても焦る必要はない。なんで？すぐに店名に全掛けじゃないの？人生には呼ばれる時期があるからです。呼ばれる時期ですか？そしてその時が来ると人は不思議なくらいその場所に立っています。呼ばれる時期が来るか。店名は見つけるものかもしれない。でも動き出すのは時が来た時っす。さて皆さんの店名はどういったもので、動き出すのはいつでしょうね。思い当たることがあればコメントお待ちしております。さて先輩、次回はこれです。何？孤独の構造。孤独か。あれだよな、孤独死って怖いよな。怖いっすね。でもさ、一人って気楽でもあるじゃん。あれって違いは何だろうね。そこなんす先輩。実は孤独にはある構造があります。構造あるの？そして怖いのは孤独ではありません。どういうこと？ Que mismo marajusame. その1、違和感。マイコくん、なんすか先輩。この前さ、はい近所の山田さんに相談されちゃってさ。山田さんって全国名前ランキング12位ですよね。だからそれどこを突っ込み入れればいいのよ。でさ、息子さんが引きこもりニートでさ。ああ、今は珍しくないですよね。うちの息子孤独なんですよって。孤独ですか。それ聞いてちょっと考えちゃってさ。何をです？孤独ってさ、怖いイメージあるじゃん。ありますね。怖いというと孤独死とかですか？そうそう。でもさ、はい、一人って気楽でもあるじゃん。そうですね。あれ何なんだろうね。その2、世間。孤独って響き悪いですけど、一人の時間って必要ですよね。それはあるな。本読んだりとか、一人の方が集中できるもんな。そうっすね。でも孤独って暗い感じしますよね。暗いよな。なんでだろうな。そこですよ先輩。実は孤独という言葉は誤解されてるんす。誤解？その3、崩れる事実。先輩、何？人っていつ友達減ると思います？減るですか？友達が減るのは人生が動いた時です。どういうこと？例えば仕事、結婚、転職、成功、人生が変わると付き合う人変わります。帰国子女なんかは国の移動でリセットですよね。これほとんどの人が経験します。あるある。一人暮らしで昔の友達会わなくなったわ。つまり人間関係は固定じゃないっす。その4、構造。でもさ、よく考えたらなんで変わるの？理由はシンプルです。何？人には人生の高さがあります。高さ？生活、責任、視野。そうですね。人は同じ高さの人と付き合います。そうだな。でも人生が動くと高さが変わるわけです。関係が合わなくなるんですね。なるほどな。納得だわ。その5、ジョーティッシュ見解その1。でもそれって先生術でもわかるの？わかります。どこで？例えば打者ですね。人生の時期か。そうっす。特に土星の時期は起こります。何が？土星は成熟、責任、距離を作ります。距離なんですね。人は大人になるほど付き合う人が減ります。確かにそうかもな。これは自然な現象です。その6、静かな恐怖。先輩、怖い話してもいいですか？お、来たね。怖い話だ。実は孤独ってそんなに怖いものじゃないんです。怖くないんかーい。怖いのは別なんです。別って何ですか？それは孤立です。孤立？つまり社会との接点がなくなる状態。仕事、学校、友人、コミュニティ全部消える。消えちゃうんですね。そして誰も気づかないっす。あちゃー。孤独は
感情です。寂しい、気楽、自由。同じ状況でも感じ方は変わります。でも孤立は状態。状態か。つまり現実です。確かにそうですね。孤立は怖いわ。孤独は歌になります。でも孤立はニュースになります。崖っぷち待ったなしだな。怖いですね。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあさ、先生術でいう孤独って何なんだ？先輩、先生術でいう孤独は役割です。役割？例えば土星。土星ね。責任、成熟、距離。その影響は人を選別します。選別ですね。土星の影響で付き合う人が減る。でも残った関係はさらに深くなる。なるほど、土星らしいわ。つまり先生術が示す孤独は内省の時間です。考える時間ですね。そうっす。自分と向き合う時間です。でも孤立は違います。どう違うわけ？孤立は社会接点の消失になります。仕事、収入、コミュニティ全部止まる。それは危ないですね。だから先生術で孤独な配置があっても孤立するとは限りません。なるほど、そういうもんなのね。むしろ成功する人って一時的に孤独になります。そうなん？人生の高さが変わるからです。ポードツァーですね。そうっす。環境が変わると付き合う人が変わる。でも孤立じゃなきゃいいのね。そうっす。孤立しなければ孤独は問題ではないんです。なるほど、そうだったのか。山田さんの息子は孤独じゃないっす。というと？社会孤立です。ああ、それは大問題ですね。その9、革新未来。なるほどな。孤立はやべえわ。そうっす。孤独は問題じゃない。問題は孤立なんですね。そうっす。孤独は人生が動くときによく起きます。友達が減るやつだな。集中モード。そうっす。環境が変わると人間関係も変わるっす。でも孤立だけはいただけないです。社会と切れるからですね。成功する人でも孤独にはなります。でも孤立はしません。なるほど。引きこもりニートの分ける本質はそこが。人とつながり続ける。これが重要なんす。山田さんの息子さんはどうなんでしょうかね。話を聞く限りでは社会接点がない。つまり社会孤立っす。怖いですね。だから孤独を孤立に置き換えると本質が見えてきます。さて視聴者の皆さん、あなたや知り合いの孤独もしくは孤立エピソード、コメントお待ちしております。先輩、次回はこれです。何？あいつにだけ来るチャンスの構造。チャンス？いますよね。何かうまくいく人。あれ、構造あるの？あります。チャンスには構造があります。そして多くの人はそれを見落としています。うわー、今すぐ知りてー。Que mismo maravillosamente. その1、違和感。マイコー君、なんすか先輩。世の中さ、はい。なんであいつだけうまくいくんだって人いるよね。ああ、いますよね。いるだろ？確かにいますね。仕事も恋愛も金もなんか全部タイミングいいやつ私の学校にもいますよ。だろ？いるよな。雑誌モデルやってる子なんですけど、たまたまいい案件来たんですよ。とか言えんですよ。それ運ですね。運なのか？運が良いで終わりか？気になります。マイコー君、はい。幸運って構造あるの？もちろん構造はあります。その2、世間。でも普通は努力とか才能とかそういう話になりますよね。そうそう、努力した人が成功する。確かに世間はそう説明します。違うんですか？もちろん努力は必要です。ほらな。でもそれだけじゃ説明できない。どういうことです？
同じ努力しても成功する人としない人がいます。確かに。ありますね。ここに構造があるんです。その3、崩れる事実。先輩、何？努力しているのに報われない人なんですが、いるよな、気の毒なやつ。逆にそんなに努力してないのにうまくいく人。いますよね。悔しくって仕方がない。例えば斉藤さん40歳、誰？普通の会社員。はい、名前ランキング全国10位ですね。なんで瞬時に出るんだよ。斉藤さんは普通なのになぜかチャンスが来る。どういうチャンス？転職の誘い、副業の話、いい上司、いい案件。ありますね。羨ましいです。なんで？そこなんす。知りたいですよね。その4、構造。チャンスは突然来ません。突然じゃない？実はチャンスは人を選んできます。選ぶ？そうっす。どうやって選ぶんですか？人は自分と近い人に仕事を振ります。ああ、それはわかるわ。つまりチャンスは人間関係を通ってくる。なるほど。確かにそうですね。斉藤さんは人との接点が多い。だから来る？そうっす。そして先輩、人間関係にも流れがあるんす。流れ？その5、ジョーティッシュ見解その1。先生術でもそれわかるの？わかります。どこでですか？例えばチャンスが人から来る場合、人ですか？先生術では人脈を見るんです。人脈見れるの？例えばソニックさん。師匠ね。ソニックさんの場合は女性のファンが鍵です。インド先生術で出てるんですね。そこからチャンスが流れてきます。拡大、紹介、チャンス、これが増えます。師匠は女性ファンか。俺は何なんだろう。つまりチャンスは突然来ない。人を通ってくる。人間関係ですね。そうっす。そしてその傾向は分割図の D11 から読めます。D11？ はい。利益と人脈のチャートです。人脈の傾向ですね。能力より大事なのは誰とつながる運命か。これを読めるのが D11 なんす。その6、静かな恐怖。先輩、ここが怖いところです。怖い？チャンスってみんなに来るわけじゃない。人間関係が止まるとチャンスも止まる。そうですよね。孤立するとチャンスは来ません。なるほど。だから成功する人は孤独にはなりますが孤立はしません。女の子ってすぐに絶交するとか言い出す子います。そうっすね。あまり良くないです。その7、ジョーティッシュ見解その2。つまり斉藤さんは運がいいわけじゃない。違います。斉藤さんはチャンスが通る場所にいる。場所ですね。人の流れ、情報の流れ、仕事の流れ。流れの場所か。 D11 はその流れにつながるのがどこからかわかるチャートです。 D11 ですね。だからチャンスは偶然じゃないっす。理解してその場にいることで手に入ります。なるほど。構造で読めるのか。そうっす。その9、確信未来。なるほどな。つまりチャンスは偶然じゃない。そうっす。チャンスは人から来ます。人か。だから孤立するとチャンスは来ません。怖いですね。逆に言うと人とつながっていればチャンスはいつか来ます。斉藤さんみたいにが理想ですけどね。そうっす。そして誰とつながるかが大切です。例えばソニックさんはマウントを取るタイプと関わってはいけません。けれどそういったマウントさんを軽く流せて次につなげられる人間もいます。さて視聴者の皆さん、 AI インド先生術ではあなたの人脈マックスはどのようなアドバイスになるんでしょうね。コメントお待ちしております。さて先輩、次回のテーマはこれです。何？
なぜお金はある人のところに集まるのか。それは知りたい。今までで最も知りたい。 che mismo maravilloso a me. その1、違和感。マイコルくんさ、なんすか先輩。この前さ、打ち合わせしたのよ。山本さんって人と。28歳の AI 開発の人っすね。そう、会社で働きながら、個人でも AI ツール作ってる人。はい。若いのにちゃんとしてる人ね。なるほど。でもさ、あの人悩んでたんだよね。悩みですか？技術はあるのにお金にならないって。ありますね。 AI 作れるってすごいんだけどな。すごいですよ。でも仕事が増えない、売り上げも伸びない。そうですか。なんでだろう。先輩、そこにお金の構造があります。構造？その2、世間。世間ではさ、こういう時ってはい、努力が足りないとか営業が弱いとか言うよね。言います。本人の努力不足みたいに言われますね。でもさ、山本さんってサボってる感じじゃないんだよ。むしろ逆っすね。会社でも働いて、個人でも開発してちゃんと動いてる。はい、それでもお金にならない。そういう人は普通にいます。じゃあやっぱり努力だけじゃないんだ。その通りっす。その3、崩れる事実。先輩、一つ事実があります。何？技術が高い人が必ずしもお金持ちになるわけではありません。ああ、まあな。確かにそうですね。逆にそこまで技術がなくてもお金が集まる人もいます。いるよな、いるいる。これ能力だけで説明できないんですよ。じゃあ何が違うの？信用です。その4、構造。信用？そうです。人はすごい人にお金を払うとは限りません。そうなの？人はこの人なら任せられると思った相手にお金を払います。ああ、それわかるわ。能力より任せられる感じなんですね。そうっす。山本さんの悩みもそこです。どういうこと？技術はある。でも信用の形になっていない。信用の形か。はい。お金は能力そのものより信用の流れで動きます。その5、ジョーティッシュ見解その1。それってインド先生術でもわかるの？わかります。どこ？ D2 です。 D2 ですね。オーラチャートス、お金そのものというより、その人がどうやって資源を扱い、どうやってお金の流れを作るかを見るチャートになります。なるほど。だから同じ信用でも積み上げ方は人によって違う。違う？個人個人で全く違います。ある人は技術で信用を取る。ある人は説明の分かりやすさで信用を取る。ある人は継続で信用を取る。同じお金でも入り口が違うんですね。そうっす。その6、静かな恐怖。ここで少し怖い話。また来た。お金を直接追いかける人ほどお金は逃げます。俺は大丈夫か？なぜか。なんで？お金は結果だからです。結果ですか？例えば山本さんが稼ぎたいだけを前に出したら AI の技術があっても人は少し引きます。ああ、なるほど。でもこの人はちゃんと役立つものを作ると伝われば仕事は来る。そこで信用か。そうっす。信用、価値、流れ、その結果お金が来る。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあ山本さんはどうしたらいいの？まず信用の作り方を見る必要があります。作り方？はい、それは人によって違うんです。違うんですか？例えば D2 を見ると組織の中で信用が増える人、個人で信用が増える人、情報発信で信用が増える人などがあります。そんな違うの？違います。会社の中で信用が増える人が独立すると流れが弱くなることもある。逆に
個人で信用が増える人は独立した方が仕事が集まることもある。山本さんは独立の方がいいかもしれないのか。実は先輩、面白いことが分かりました。何？山本さんは AI を作るより AI の使い方を説明すると人が集まるんです。そうなんですか？つまり山本さんの信用は AI 開発ではなく AI の翻訳で生まれている。なるほど。そうっす。 D2 で見るのはまさにこのお金の入り口の作り方です。その9、革新、未来。つまりさ、お金って能力に来るんじゃないんだな。そうっす。じゃあ何に来るの？信用の流れに来ます。信用を通ってお金が来る。はい。だから山本さんみたいに能力があるのにお金にならない人は能力不足じゃない場合がある。なるほど。信用の作り方がまだ合っていないだけかもしれない。自分に合ってないか。それは希望あるな。そうっす。お金を追う前に自分はどんな形で信用を積む人間なのか、そこを見る。それがお金の構造です。なるほど。金ないやつは信用がないって考えると違う見方になるな。さて、皆さんはどんな風に信用をお金に変えますか？ AI ジョーティッシュの結果をコメント欄で書き込んでくれると嬉しいです。さて先輩、次回のテーマはこれです。何？私は離婚するべきなのか？いきなり具体的なの来たぞこれ。これは怖いですね。離婚の相談は必ず誰かに来ます。でも多くの人はこういうしかありません。あなたの気持ち次第。確かに。他にコメントもむずいぞ。でも構造を見ると少し違います。 che mismo maravilloso a me その1、違和感。マイコくんさ、なんすか先輩。結婚なんだけどさ。先輩、結婚するっすか？おめでとうございます。いやいや、そうじゃないって。結婚する人っているじゃん。はい、いますね。でも離婚するつもりで結婚する人いないよな。基本はいないっすね。でもぶっちゃけ離婚する人って結構いるじゃん。いますよね。あれって何が起きてるんだろうな。その2、世間。世間だとさ、離婚ってはい、相手選びが間違ってたとか、言いますね。我慢が足りないとかも言いません？そうっすね。つまり離婚はあなたの判断ミスって扱われてる。そうっすね。その3、崩れる事実。でも先輩、一つ事実があります。何？離婚は珍しい出来事じゃない。そうなんですか？日本でも結婚の約3分の1はその後に離婚なんです。そんなに？つまり離婚することは異常ではないっす。それじゃあ誰かが悪いって話でもないんですね。そうです、りのちゃん。そこが今日のポイントです。その4、構造。例えば先輩、こんな相談があります。お、相談来たぞ。山田さん、35歳女性、結婚7年目です。名前ランキング全国12位ですね。山田さん結構上位だな。その山田さん、夫は悪い人じゃないっす。浮気もないし暴力もない。問題ないじゃん。しかし山田さんは言います。でも一緒にいるとなぜか苦しいんです。そうですね、ありますよね、そういうの。どういうこと？山田さんは夫が悪いのか自分が我慢すべきかで悩んでいます。でも先輩、悩みの本質はそこじゃない。じゃあ何？実は結婚って先輩、相性で起きてるわけじゃないんす。相性占いで相手決めたりしない？そうですね。相性占いは大切です。しかし人は人生に必要な相手と結婚します。こればっかりはどうしようもないっす。人生に必要な相手ですか？そうっす。だから結婚は幸せの制度でもありますけど、人生の課題が動く場所でもあるっす。人生の課題が動く？その後、
ジョーティッシュ見解その1。それってインド先生術でもわかるの？わかります。どこで見るの？まず見るのは D1 です。生まれた時のチャートですね。ここで結婚のタイミング、結婚相手、結婚イベントが出ます。出生チャートはそう言うよな。でも先輩、ここで終わると普通の先生術講座です。さらに先行っちゃう？本当に必要なのは D9 です。本性が出てくる成熟チャートですね。そうっす。D9 は結婚の本体です。結婚してからの魂の関係が出ます。その6、静かな恐怖。じゃあ D1 と D9 があればわかるんだ。そうですね。結婚生活で皮がむけて本来の姿があらわになる。釣った魚に餌やらないみたいなのか？そうですね。一般的にはそこで終わるのですが、ここでさらに見ておきたいのは D30 です。D30？ 初めて聞きました。D30 は人生の摩擦を見るチャートです。摩擦？苦しみ、トラブル、カルマの痛みです。怖いですね。先輩、ここが大事です。人によっては結婚そのものが D30 のテーマになるんす。私は大丈夫かな。その7、ジョーティッシュ見解その2。山田さんの話に戻りますね。山田さんはこう言ってます。夫は悪い人じゃない。でも一緒にいるとなぜか苦しい。そう言ってたな。この場合 D9 の問題じゃなく D30 の摩擦の可能性があります。結婚がカルマの摩擦ですか？そうっす。例えば夫婦関係で自己否定が強くなる、怒りが増える、自分を失う、こういう状態が続く場合、それは魂の摩擦なんす。いやいや、それって結構あるじゃん。つまり山田さんの結婚は幸せになる装置ではなく学びの装置なのかもしれません。その9、確信、未来。つまりさ、離婚ってはい、人生の失敗とは限らない。もちろんっす。むしろ人生の設計の一部だったりします。じゃあ離婚する人はダメな人じゃないってことですか？むしろ逆っすね。そのカルマを終わらせた可能性があります。離婚でカルマ終了か。それは胸をなで下ろせるな。先輩、それは気づけばの話ですよ。気づかないで何度も繰り返す人も多いです。離婚再婚を繰り返すハリウッドスターとかいますよね。さて、視聴者の皆さんも自分のチャートを出して D1、D9、D30 で AI に聞いてみてください。私の結婚の構造を分析してください。で、いろんなことがわかりますよ。どんな結果だったのかコメント欄で教えてくださいね。さて、次回なんですが、ラーメン屋やりたいんですけどです。お、来たー！脱サラランキング常連。でも夢ありますよね。夢は自由です。でも先輩、適性は構造です。そうだな。でも具体的にどうなんだ？ラーメン屋に向いている人と向いていない人は分割図ではっきりと出ます。おー、そいつは見逃せないな。Que mismo maravillosamente. その1、違和感。なあ、マイコーくん。なんすか先輩。この前さ、バンドやってた友達のヨシキがバンド辞めてラーメン屋やるって言ってたんだけど。いいじゃないですか。夢があって素敵です。そしてヨシキは赤ちゃん名前ランキングで2025年は499位ですね。毎年順位の変動が激しいです。リノちゃんはどこ目指してるんだよ。で、ヨシキは料理はうまいんだよ。なのに客来るかなとか言うんだよな。心配なところですよね。いや、俺思ったんだよ。客って普通に来るもんじゃないの？来るもんですか？先輩、そこっす。
その2、世間。飲食って生存率低いですよね。データは最悪っすね。1年で4割、3年で7割が消えます。運が悪いやつもいるんだろ？景気とかな。確率の問題じゃないっす。じゃあ努力の問題ですか？違います。お客さんが来る人には来るし、来ない人には一生来ない。なわけねえだろ。招き猫飾ってりゃ来るんじゃねえの？無茶ぶりっすよ先輩。来客の蛇口が最初から閉まってる人がいるんすよ。その3、崩れる事実。いや来るだろ普通。店を開けりゃ誰かは入るだろ。どうなんです？いや、来ないっす。最初の客来ない人います。ゼロってことですか？ゼロです。ずっとゼロのまま終わる人います。おいおい、チラシ配れば誰か一人は来るだろさすがに。配っても来ないっす。風景として消えるんす。存在しないものとして扱われるってこと？イラストうまいのにフォロワーゼロで依頼ゼロの人と同じ構造っす。その4、構造。つまり入り口があるかどうかの構造の問題っす。入り口？はい、信用の入り口です。味じゃないんですか？味は後っす。そうなのか？評価されるのは食べた後っす。入店前は信用だけっす。食べる前の信用ってきついですね。みんな砂漠で最高のラーメン作ってるんすよ。入り口がないのに。食べてももらえないのかよ。その5、ジョーティッシュ見解その1。それってジョーティッシュでわかるのか？わかります。D2 です。問題は金運じゃないんですか？違います。最初の1件が発生するか、これっす。立地やコストとか言われますが、ラーメン屋で一番難しいのは最初の一杯を誰に食わせるか。ここを誰も考えない。その6、静かな恐怖。これもっと怖い話いいっすか？なんだよ、すでにめっちゃ怖えよ。 D2 が動かない人は最初の客が来ない、評価が発生しない、一生ゼロのまま終わる。でも努力すればってダメなんですか？宣伝すりゃ来るだろ普通に。関係ないっす。入り口が閉じてる人は無理っす。その7、ジョーティッシュ見解その2。なので見る場所は4つっす。D1 現実適応、 D2 入り口、 D10 仕事として回るか、 D11 常連支援。 D11 ってそんなに重要か？重要っす。ラーメン屋は常連ビジネスなんで D11 が弱いとリピートしない。つまり2回目が来ないっす。のれん分けで潰れる人はここっす。ちょっと待てよ、 D11 も味は関係ないのか？関係はあります。でも順番が逆っす。逆ですか？味でリピートするんじゃないっす。リピートする人は味を良いと認識するんす。どういうこと？人は理由で来ないっす。関係で来るんす。関係って店主との関係ですか？それも含めて全部っす。距離感、空気、居心地、覚えられてる感じ、これが D11 っす。じゃあ同じ味でも集客に差が出るのはオーナーの惑星配置、つまり構造次第ってことか？そこっす。味はコピーできるっす。関係はコピーできないっす。だからのれん分けで差が出るのですね。そうっす。また行こうが発生しないと終わりっす。その9、革新未来。つまりこういうことか。俺は最初から客が来る側だった。エルヴィス先輩らしいというか。だから来ないやつの気持ちが分からなかったんだな。そうっす。先輩みたいな D2 強者は息をするように客を呼ぶ。それが当たり前だと思ってる。マジかよ。
よしきにも AI 上ティッシュするように進めとくわ。全員が店を開いたら客が来るわけじゃないっす。判断方法はシンプルっす。自分の D1、D2、D10、D11 を AI に入れる。飲食で回る構造化聞く。映像作家も漫画家も自分の職業で回る構造化確認するっす。さて皆さんはどうでしょう。どんな結果だったか皆さんの書き込みを楽しみにお待ちします。先輩、次回なんすけど。おう、次回はなんだ？霊能力を判断する方法。そんなものどこから上ティッシュ読むんだよ。もう次回が待ちきれないぞ。 che mismo maravilloso a mí. その1、違和感。マイコーくん、なんすか先輩。笠間大明神架空って知ってる？それ最近バズってる人ですよね。 SNS で話題の霊能力者っすね。笠間さんの全国名前ランキングはおよそ2028番目です。なんか受けてるんだよな。いや、疑うわけじゃないんだけど、霊能力者ってどうなの？と言いますと？別に全否定するつもりはないんだけど、本物か偽物かとかあるの？先輩、それは明確にあります。その2、世間。世間では霊能者はインチキだとか、あの人は信用できるとか、そういう評価はあるけどさ。コメント欄でもめちゃくちゃ分かれてますよね。当たったから本物とか、外れたから詐欺とか。そうっすね。でも結局信じるか信じないかの個人の感情論で終わってるよな。確かにそうですね。基準がない感じです。その3、崩れる事実。なあマイコーくん、霊能者の基準とかってないの？もちろんありますよ。定義できます。定義できるの？できます。ただし先輩が言った本物か偽物かっていう前提、ここから崩します。前提から？先輩、霊能力ってあるかないかじゃないっす。見える人、見えない人じゃないんですか？違います。見えるはスタート地点です。ゴールじゃない。じゃあどう見るんですか？使えているかどうかです。どういうこと？重要なのは霊能力を道具として乗りこなせているかです。それってインド先生術でもわかるの？わかります。その4、構造。では霊能力をジョーティッシュで分解します。 D9 素質、 D24 扱い、 D11 結果、 D1 現実確認。これは珍しい組み合わせだな。今回は4つですか？まず D9 です。感じる力、直感、共感。これが霊を感知してるかってとこ？そうっす。アンテナっす。これが弱かったら？霊能力はないってこと？違います。ないじゃないっす。違うんですか？弱いイコール感じにくいだけです。じゃあ D9 が弱くても霊能者は終わりじゃないのか？終わらないっす。ここで D24 が出てきます。理解、言語化、再現性。漢字したものの翻訳ですね。これないとどうなるんですか？翻訳できないと意味がわからない、説明できない人になります。やばいしか言わない人みたいな。じゃあ怖いものに見えたりもするんですか？普通にあります。理解できないものは恐怖になります。次は D11 です。人が集まる、支持される。人気が出るかどうかってこと？そうっす。届くかです。最後に D1 っす。現実との整合性。現実？生活とか判断が崩れてないかです。ここめっちゃ大事そう。その後、ジョーティッシュ見解その1。ここ重要っす。D9 だけ強い、感知が多い。D24 が弱い、説明ができない。D11 が弱い、誰にも届かない。D1 が弱い、現実崩壊。じゃあ
見える人って結構危ないんですか？反対だと危ないっす。お医者さんの診断が出るっす。ドラッグでぶっ壊れておかしくなるとかこれじゃん。そうっす。構造は同じです。霊能力とドラッグが同じなんですか？同じっす。どっちも知覚が拡張する状態です。なるほどな。感じる量が増えるってことか。はい。でも処理できなければ崩れます。キャパを超えちゃうとかあるもんな。だから最後は D1 です。現実で通用してるか、それを見れば全部わかります。逆を言えば、現実がまずいことになってる霊能者はどれだけバズってても乗りこなせてないってことだな。そういうことっす。その6、静かな恐怖。先輩、一番危ないパターンです。D9、素質が強い。D4、理解が弱い。D1、現実が弱い。どうなるんですか？ D1 が弱いと現実との区別がつかなくなります。自分だけが真実を掴んでいると 100% 確信して暴走する状態です。妄想じゃん。そうです。止まりません。うわぁ、それきついな。本人は善意のつもりでもブレーキが壊れたスポーツカーみたいなもんだろ。そうっすね。さらに D11 の指示だけあったりすると、そこに人が群がったりします。説明ガン無視で信者ができちゃうやつか。めっちゃ怖いわ。そこから先はサロンにして閉じちゃえば、霊能力があってもなくても説明ができなくても自称霊能者は通用します。それじゃあ使えてるかどうかってことかだけじゃないじゃん。そうっすね。どこで通用しているかまで考慮した方がいいです。どこでですか？外でも通用しているのか、中で成立しているのか、そこを分けて考える必要があります。霊能者は人気あっても閉じてるかもチェックだな。そうっす。システムを構造で考えて回収すれば、霊能者がどのレベルかもおのずとわかるっす。否定する必要はないっす、先輩。その7、ジョーティッシュ見解その2。逆のパターンもいきます。D9 の素質が弱くて D24、理解構造が強いパターン。それって受信機が弱いってことだろ？それでも霊能力者としていけるんですか？いけます。構造で処理するからです。それが先団具であり、この番組のやっているインド占星術です。なるほどな。サイキックな直感に頼らなくてもシステムを回せば答えが出るもんな。はい。このやり方の最大の特徴は、自分で検証できる形で回せることです。霊感みたいに私にしか見えないじゃないってことですか？そうっす。同じ手順を使えば誰でも同じ結果を確認できる。だから特定のコミュニティの中でしか通じないサロン型とは違って、外の世界でも通用するオープンな技術なんです。じゃあソニック流派ってのは霊能力なのか技術なのかどっちなんだ？もちろん霊能力として使うこともできます。でもそこは本質じゃない。大事なのは再現できる形で扱えること。それだけっす。あれか、ラケット競技みたいなもんか。ラケット競技ってテニスとかですか？そう、卓球もバドミントンもテニスも全部ラケットを使うっていう構造は同じだろ？でも卓球のプロがそのままバドミントンの試合に出て通用するかって言ったら、それは無理な話だ。その通りっす。構造は似ていても適用範囲が違う。霊能力も同じっす。じゃあ霊能力もどこで通用させてるかがバラバラってことですか？そうっす。世間は霊能力という枠で全部一緒に見ようとしますけど、実際は違うっす。コミュニティの中だけで強いのと、外の現実に落とし込めるのは別物なんすよ。なるほどな。
構造が正しくてもそれが現実に着地してるかどうかで価値が全然変わってくるわけだ。だから最後は D1 現実のチェックが不可欠になるっす先輩。その8、墨戦ソニック流派。墨戦ですが、ソニック流派の墨戦は毎週水曜日日本時間夜10時から別のチャンネルで占いライブ配信をしているので、そちらで実体験してください。抽選占いなので縁があればと思います。エルヴィス先輩、今日はこれお願いします。何これ？眠ると未来を読む男、エドガー・ケイシーの分割図です。で、何を査定してもらいたいの？ケイシーさんの霊能者適性を査定してください。これやべえやつじゃん。普通の査定じゃ扱いねえな。専門家呼んでくるわ。先輩、これやべえやつっすね。エドガー・ケイシーは眠ってアカシックレコードにアクセスしてたって人物っす。これを本当に霊能力があって霊能者として OK だったか知りたいのよ。お願いします。結果出た？出ました。結論から言うと、エドガー・ケイシーは霊能者としてやっていけます。お、即答じゃん。ただしテレビに出てその場で当てるタイプじゃないっす。じゃあどんなタイプですか？眠る、受け取る、記録する、そして相談者に返すタイプです。霊能者というより霊的な情報処理装置か。そうっす。この人 D1 では8室魚座の太陽、見えない情報に触れる入り口を持ってるんすよ。だから普通の人より見えない世界につながりやすい。霊能力の入り口があるんですね。さらに9室に月と海王星、これは信仰、直感、霊的受信です。じゃあ素質はある？あります。でも問題は扱えるかです。能力を扱えるか？そこを見るのが D24 と D11 です。出た、今回の本題。 D24 では乙女座ラグナ、3室サソリ座に水星と火星、これは見えない情報を現実で使える言葉に変換する装置です。霊感を説明に変える力ですね。そうっす。さらに7室魚座に木星、相談者が来た時に霊的な答えを教師のように返せる。すっげえ、完全にリーディング向きじゃん。はい、ただし D9 の12室魚座に水星とラーフがあります。それはどういう意味ですか？普通に起きて話すと情報が散らばる可能性があります。ああ、だから眠るのか。そうっす。意識を落とした方が受信チャンネルが安定するタイプです。意識を落とすとつながるんですね。そして D11 っす。2室ヤギ座に水星と土星、これは言葉を記録して信用として残す配置です。つまり喋って終わりじゃダメ。はい、記録されて整理されて人に渡されることで力を持ちます。ここで重要なのがこれ、一人では回らない構造ってことです。一人じゃダメなんですか？ケイシーさんは受信する人、書き起こす人、整理する人の3つが揃って初めて成立します。ケイシーさんは受信担当なので分業のチームが必要なんです。ケイシーさんの形そのものですね。で、適正査定額は結局どのランクなんだよ。あ、それ気になります。ではいきます。エドガー・ケイシーさんの霊能者適正ランクは S ランクです。マジかよ。ただし条件付きです。条件？一人で神秘を語るのではなく、質問者、記録係、研究者、支援者、そのチーム構造が必要です。
霊能者本人より運用システム込みで完成するってわけか。そうっす先輩。エドガー・ケイシーは霊感の人ではなく、霊感をチームで信用に変えた人です。すげえな。じゃあ世の中にはケイシーみたいに眠って霊界アクセスして寝言で重要なこと言ってるやつとかいるんだ。はい、世の中には寝言で重要なことを言う人はいます。マジかよ。ただしそれは霊能力じゃないっす。どういうことですか？未整理の情報がそのまま出てくるだけです。じゃあケイシーは？違います。あの人はそれを使える形にした人物です。ちなみにソニック師匠は？あの人は瞑想でも眠っているでもなく、作業をしている時にあっちの世界にアクセスするタイプです。これも珍しい。個人個人で違うんですね。そうっす。瞑想すればアクセスとか、ドラッグやればとか、個人個人で様々です。みんなも自分で自分を調べると楽しいぞ。というわけで今回はエドガー・ケイシーは霊能者ランクは条件付きで S。 オッケーディール。その9、確信、未来。つまりこういうことか。霊能力はあるかないかじゃない、どの世界で通用しているかだ。ちゃんと分解して見れるんですね。そうっす。 AI ジョーティッシュで構造で確認できる時代です。今回は D1、D9、D24、D11 ですよね。うわぁ、俺はどうなんだ？これ絶対に調べないとですよ。私は何も見えませんけど。さて先輩、次回なんですけどシーズン1の最終回なんですよ。おお、第12話か。次回は AI で稼げる人、稼げない人っす。 AI は稼ぎに直結するやついるけど、ゴミ動画を量産してるやつもいるもんな。Que mismo marajusame. その1、違和感。なあマイコーくん、なんすか先輩。最近 YouTube も SNS も AI 量産コンテンツで溢れかえってねえか？そうっすね。ネタ系も画像生成も一周回って視聴者は完全に飽和してるっす。でもさ、 AI なんてプロンプトさえあれば誰でも使えるんだろ？なんで月100万円稼ぐやつと1円も稼げないやつに分かれるんだ？確かに AI ツールの性能差なんですかね。違います。性能は関係ないっす。差が出るのは使い方の構造だけっす。その2、世間。よく稼げる紙プロンプトとか売ってますよね。本のタイトルとかでよく見るよな。ああ、あれを買えば勝てるんじゃないのか？先輩、そういうのは全部表面っす。世間が勘違いしているのはここっす。いい AI を使えば稼げる。いいプロンプトがあれば勝てる。スキルを磨けば OK。これ全部ずれてます。その3、崩れる事実。ずれてる？道具が良ければ結果も出るんじゃないの？先輩、AI は差を埋める道具じゃないっす。もともとある差を拡大する装置なんすよ。差を拡大するですか？そうっす。稼げる人の背中を押し、稼げない人をやってる感という沼に沈める。それが AI の正体っす。その4、構造。うへえ、俺は稼げるのか？どうなんだ？気になりますよね。それってインド先生術でもわかるの？もちろんわかります。先輩、AI で稼げるかはインド占星術では重要なこの4つの器で決まるっす。1、D1。作れるか。構造分解力で最後まで形にする力。その2、D2。金になるか。信用と価値の入力マネタイズの設計。その3、D11。広がるか。
拡散人脈アルゴリズム。その4、B9、続くか飽きずに続けられるのか。この4つっす。おーい、AI ツールの話が一つも出てこねえじゃねえか。そうっす。 AI はあくまでこの4つの力を増幅するレンズに過ぎないっす。どこ会社の AI を使うとか関係ないっす。じゃあ自分のこのデータを AI に打ち込んだらどう稼ぐか教えてくれるんだ。そういうことっす。その後、ジョーティッシュ見解その1。まずは D2 金になるかから教えてくれ。 D2 がずれてると AI を使っても一生稼げないっす。水源がない場所で最新のドリル AI を使って井戸を掘るようなもんすから。うわぁ、時間の無駄じゃねえか。ですよね。でも本人はドリルを回す快感で頑張っちゃう自分に酔っちゃう。ずっと掘っていられる。じゃあ D2 が弱い人はどうすればいいんですか？自分の井戸を掘るのをやめて人の水源でポンプを回せっす。それって他人のビジネスの部品として AI を使えってことか？そうっす。例えばすでに成功しているブランドの構造を AI でサンプリングして少しだけ軸をずらして出す。そういや日本の雑誌の花子ってロゴロンドンの老舗ハロッズっぽいよな。ストレス先輩。倫理は別として構造としては正解っす。 AI は似たような雰囲気を作るのが世界一得意ですから、ゼロから生むのではなく1を100に転がす。これが D2 弱者の生存戦略っす。その6、静かな恐怖。そういえば小説家志望の中山さん40歳が AI 使い始めてから調子いいって言ってたんだがな。ノートにアイデア書き留めていましたね。読ませてもらいました。20本同時に構想があるって喜んでましたよね。なあ舞子くん、本人には言えねえけどぶっちゃけあれまずいよな。そうっすね。中山さん40歳は今最も危険な状態っす。そうなんですか？そうっす。中山さん40歳は AI で出す力だけ爆発して通す力 D1 がゼロだからっす。りのちゃん、実はな中山さん40歳はアイデアモチーフは無限に出るけど完結した作品が一本もないのよ。それっす。モチーフの状態じゃ価値はゼロっす。 AI は作家を増やしたんじゃなく未完成品の山を増やしただけなんすよ。未完成を増やしただけかよ。確かにショート動画とかだと通用しそうに思うんだろうな。まあ見てる俺らからしたら通用しねえけど。どうすれば抜け出せるんですか？中山さんみたいに D1 が弱い人は作るのをやめて選ぶに特化するっす。 AI に100個作らせて売れる1個を検品して世に放り投げる。作業者じゃなく工場の監視員になる。これが D1 弱者の戦い方っす。その7、ジョーティッシュ見解その2。 D9 と D11 この2つはどうなんだ？ D9 続くかが弱い人は続けるな、他人の締め切りに相乗りしろっすね。自分を信じず他者との約束という強制ギプスに自分を放り込むっす。どういうこと？先輩、個人練習しないバンドメンバーもスタジオ練習やライブが決まってたら練習しますよね。そりゃするだろう。真剣にやんなきゃクビになるぞ。 D9 が弱かったらそういうやらなきゃいけない締め切りを用意するっす。じゃあ D11 は？ D11 は結果が広がるかが弱い人なので自分で広めるな、アルゴリズムの波に乗れっすね。具体的にはどうすればいいのですか？自分の力でバズらせようとせず、今熱いコミュニティや
プラットフォームの構造に全振りするっす。バンドブーム、スキーブーム、タピオカブーム、そういう流れに乗っかるために AI を使うっす。その8、墨線ソニック流派。墨線ですが、ソニック流派の墨線は毎週水曜日、日本時間夜10時から別のチャンネルで占いライブ配信をしているので、そちらで実体験してください。抽選占いなので縁があればと思います。エレビス先輩、今回の依頼はこれです。お、来たな。誰のチャートだ？精神分析の父、ジークムント・フロイトです。おいおい、ラスボスじゃねえか。今回の聞きたいテーマはこれです。フロイトさんは AI で稼げるんですか？いいね。現代適正チェックだな。ちょっと専門家呼んでくるわ。先輩、フロイトさんですが、まず B1 現実対応です。お羊座に太陽、金星、濃度集中、自分の理論を打ち出す人っす。強いじゃねえか。ただ水星お牛座なんで理解が遅い代わりに深いので AI の即答文化とは逆方向っす。すぐバズるタイプじゃないのですね。先輩、フロイトさんの D2 信用お金、ここ強いっす。蟹座集中なので人の悩み感情に直結、そして相談共感で信用を得る。つまりカウンセラー型か。そうっすね。ただしここが罠です。 AI が一番得意な領域。あちゃー、 AI と勝ち合ったら競り負けるなこれ。ここで D9 本性っす。さそり座太陽プラス土星、深層心理を暴く、そして優しくはない。ズバッと言うタイプですね。そうっす。さらに水亀座水星、構造化能力が高い。これは理論を作る側っす。いかにもフロイトだな。さて D11 人脈収益、ここが分岐です。お牛座水星金星なのでコンテンツを資産化できる、そして固定ファンがつく。一元さんは弱いけどハマったら抜けないタイプだな。そうっす。で、結論はいきます。フロイトさんの AI 収益適正ランクは A- 条件付き。ありゃ、そんなに良くねえぞこれ。そうっすね。理由はシンプルっす。深さはトップクラス。でも入り口を間違えると死ぬ。これが問題っす。何をやっちゃダメなのよ。フロイトさんは職業名なしだったら適正として精神分析医以外でも宗教家、思想家、作家全部ありえるんすよ。はあ、そういうもんなんだ。なのでフロイトさんが AI で稼げない使い方としては浅い情報発信、ツール紹介、バズ狙い。全然向いてねえな。ダメじゃん。そっちで戦ったらダメってだけです。逆にこれなら勝てます。悩みを入り口にする、構造で分解する、有料で囲う。つまりこういうことか。フロイトは AI で稼ぐ側じゃなくて AI を使う人間の構造を定義する側ってことだ。あなたはこういうパターンで動いていると。そうっす先輩。使う側に回ると埋もれる、定義する側に立つと残る。しかも重要なのはここっす。当たるかどうかじゃなくて同じ見方で再現できるか。 AI を使うならそこっすね。宣伝じゃないっす。なるほど。答えを出す人じゃなくて見方を配る人なんですね。結論です。フロイトは AI で稼げるか。先輩、これはイエスです。ただし使い方を間違えるな。なので評価は
A マイナス条件付き。 OK ディール。その9、革新、未来。なんだか AI の使い方が一気に現実的になりましたね。使うっていうよりは今回は稼ぐ方法だよな。 AI でモチーフだけ作り続けるゴミの量産は地球に優しくないぜ。そうっすね。結論、まずは自分の構造 D1、D2、D9、D11 を AI に客観的に分析させてください。どこで詰まっているか分かれば AI をどう使うべきか一瞬で答えが出るっす。よっしゃー、俺もハロッズ風のデザイン、いや俺の D2 に合った井戸を探しに行くぜ。そうっす先輩。 AI で稼げる人は AI を自分仕様にしてる。稼げない人はそのまま使ってるっす。結局稼げる自分が稼げる使い方を作るんすよ。だからインド先生術で自分の D1、D2、D11、D9 を出して AI に自分はどこで詰まってる？どう使えば稼げる？ってそのまま聞いてください。今すぐでいいっす。おっし、今すぐやるぜ。皆さんも自分の4つの器を AI に入れて、今の自分は稼げる構造か聞いてみてくださいね。その結果どう出たかコメントで教えてほしいっす。では今回はここまでです。そして運命の仕組みシーズン1全12話はこれにて完結です。先輩、次回なんですけど。次回あるの？新シリーズ、自分に合った〇〇が知りたい。私は自分に合った恋愛スタイルが知りたいです。じゃあそれいこうぜ。マイコくん、それってインド先生術でもわかるの？もちろんす先輩。ではまた次回シーズン1。ご視聴ありがとうございました。タロットソニック.comタロットソニック